今の時代 AI があるからさ、もう言語勉強しなくていい説あるじゃん。言われてるね。今回の旅行もメニューとか道案内とか、結構基礎的な話は AI だから確か困んなかったこといっぱいあるんだよね。でも英語とスペイン語できなかったらさ、完全に違う旅になってるでしょ。言語ができたからできた経験マジとんでもなく楽しかったからね。だからこそ、AI 時代にも、言語勉強は欠かせないという話を今日していきたいと思います。はい、ワールドカップ現地のメキシコからお届けしていきたいと思います。トニーのがスペイン語喋れた方ももっといっぱいあるけど、俺のまず経験からでいくと、英語喋れるじゃん。友達できたよね。普通にね。今回の旅で、夜まで飲んで、たまたま一緒のタコス食ってるとか、共通の友達がいてこっちにいるっていう友達全部含めたら、人種だけで言ってフランス人でドイツ人の2人いたでしょ、で中国人の共通の友達とアメリカ人と、あと信じられないけどメキシコ人みんな友達になったし、すっごい深い話をできたじゃんね。そうね、確かにドイツ人と中国の話をしたりね、アメリカ人と南アメリカ全体の話をしたり、中国人とはね、アメリカと中国のコンテンツクリエーションシステムの違いの話もしたし、あとバーで仲良くなったフランス人とメキシコ人が、お前らブラジル戦勝てるから頑張れよって言ってすげえ応援してくれる。いや、あれ嬉しかったね。そう、もちろん AI 使ってもその一部のコミュニケーションはできたかもしれないけど、現時点でもそうだし、将来的にも多分ある程度このラグが存在している限りは、情報の共有以上の親近感が出るじゃん。やっぱり言語を喋れると、タイムラグもないし、その言葉の使い方一つとっても仲良くなった瞬間からどういう言葉を使いかをするかによって、相手の言葉を使えるとかもそうだし、もうちょっとカジュアルな単語を使うと、AI だったらフォーマルになったらビジネスライクになっちゃう。逆にビジネスになった時にカジュアルすぎるとAI 翻訳で理解できないもの使ってたらさ、こいつ急になれなれしいなみたいな話になるじゃん。言語ってやっぱその情報交換だけじゃなくて、俺ら英語が割とネイティブレベルで喋れるじゃん。だからそのジョークとかユーモアコードとか全部それでね、共感ができる。話が盛り上がるためにはやっぱその言語を実際やんないと無理だと思う。でワールドカップのすごいいいところは、俺これ2回目のワールドカップじゃん、でこの前も思ったんだけど、全世界からいろんな国からね、やっぱそのワールドカップ見に来て、でサッカーを愛してますっていうその気持ちでユナイテッドになって、やっぱそれってみんな英語が共通語であって、直接喋れるから可能なことだと思う。そうね、普段やっぱ会えない人とたまたま一緒になった時に、その時間をどんだけ共有して楽しめるかっていうのは、やっぱね、言語できないとその同じ時間と場所を共有した感がやっぱ薄れてしまうんだよね。英語を第二言語として喋れる族であるってことで、またその共通のアイデンティティができるじゃん、出身の国はみんな違うけど英語ができるバイリンガルだっていうことで、またそのシェアードアイデンティティができて、だからもう仲良しになれる、なりやすい。あとさ、旅行って情報収集って大事だ、それもやっぱ俺たちが英語とスペイン語で直接コンテンツを消費してるから知れたことっていっぱいあるじゃん。あるね。やっぱその多言語、その1より多いっていうので、多角的になるからね、情報収集が。俺らのこの旅の1週間ぐらい前からのフィードが英語、スペイン語、日本語、韓国語でごちゃごちゃになって、いろんな国のコツとかおすすめの店とか収集できたし、でもやっぱその言語によって得て増えてがちょっとあったりするじゃん。確かに確かに。だからやっぱスペイン語で調べたパーティー情報が一番信頼度は高かったね。でも今お土産を買うってなった時には、日本に持って帰るから、日本語でのお土産サーチの方がより日本人に受けるお土産リストが乗っかってんだよ。確かにね。で一番情報量が多いのは英語だから、ワールドカップどうなってるとか、もうちょっと幅広い話、例えば歴史を調べるみたいな時には英語の文献の方がやっぱ多かったりするから、これスペイン語はここに関してはメキシコの歴史に関してはスペインの方が多いかもしれないけど。確かに、例えばレストランの話でいくと、俺ら行ったオリノコっていうタコスのあそこあるじゃん、あれって結構イングリッシュフィードによく載せられるわけ。でもスペイン語フィードでは、それはね、観光客が行くところで、地元の人しか行かないところはやっぱスペイン語のフィードで見ないとよく分かんないし、スペイン語のフィード直接見たら、これは広告だなって勘で分かるじゃん。でそれで選別して、俺らが行ったそのモンテレイのタコスのところ、カマロシーフードのやつ、カマロネスのタコス、シーフードタコス、カマロネ、あれはもう現地情報だったんで、店も全員ローカルだったし、そうなんね、注文
英語できなかったからそうなんですメニュー英語バージョンなかったからね。ない。これはね、うまいやつだっていう証拠だからね。あとなんか言語を外国語を勉強する理由として特に旅行の時にその現地の言語を喋るとすごく優しくしてくれるんだ。なんか助けてくれたり。はいはいはい。でその優しさの根源ってさ実際その言語で情報交換ができるわけじゃなくて自分の言語を勉強してくれたっていうその努力に対する感謝だと思うわけ。明らかにちゃんと勉強したスペイン語で返事したらすごいなんか笑顔になって、ね、いろいろ教えてくれたりお勧めしてくれたり、この動画撮る直前にもねなんかすごいびっくりして、スペイン語どこで学んだの、ね、いやなんかそのシーン何回見たか分かんないおいコリアの Your Spanish so good って言って急に仲良くなって道端で泊まること多々ありだったから、まあ、特に俺の場合なんかスペインとか南米で住んだこともないのに、まあ、学校で頑張って勉強してその後ね別にキャリア的に勉強する全くないのにただ、ね俺スペイン語が好きだったから、趣味として勉強したんで、まあ、そういう話聞くとねすごい喜んでくれる、この実例横から見てた例としてやっぱ強えなと思ったのがモンテレーの試合見た後のウーバーの待ち合わせ場所で、まあ、メキシコ人現地カップルがいてなんかドンマイって言われてでもそれでスパニッシュで話し出したらまあ、大野子めっちゃスパニッシュうまいじゃんみたいなちょっと仲良くなって、でなんかどんぐらいいんのみたいなまあスモールトークよねあった後に俺はその後まだどこに出かけるか分かってなかったから、そのモンテレーってどこに行けばいいのみたいな聞いていやもう行くならここがいいよみたいな、でも行った場所がマジで俺らしかそのノンメキシカンがいなかったじゃん、その街全体で。だから多分英語もしくは日本語でリサーチしたら絶対出てこなくて、確かにね。で英語だったら分かんないスペイン語で現地の人と話して仲良くなって聞けたから一時情報としてあんだけやっぱ楽しい思い出につながった情報が入ってくる。あれはやっぱスペイン語を話せトニーがいたからあんなにタイムリーにしかも気持ちよく得られた情報だったと思うよ。でそのバイバイした後にさなんかリンクトニー&リョウスケインスタ始めました。ちょっと流行に遅れましたけども、小ネタとかですね、撮影秘話とか、撮影の裏側の話とか、もうどんどん載せていく予定なので、気になる人はぜひフォローしてみてください。YouTube も引き続き頑張りますので、いいね、登録、ハイプお願いします。20個ぐらい送られて、そう、ここ行くべきだよとか、ピンポイントしてレコメンデーションしてくれて、それでクラブブブブも。ああ、そうなんだ。めっちゃいいね。やっぱね、言語を話すって分かった上でなんか優しくしてくれるっていうのは何回もあったね。なんかそういうプラスアルファの優しさは、まあ、現地の言語を、まあ、自分が頑張って勉強したっていうそういう背景を説明してあげるとすごい喜んでくれる。確かに日本でもそうじゃん。なんか外人が普通になんか英語で全然、英語のみで観光してもぶっちゃけ問題ないけど、日本語がねある程度喋れたらすごい喜ばれるしね。なんとなく朗らかなムードというか雰囲気になるよね。こんにちは。日本日本語喋れますか？すごい。ちょっと動画入ります。全然。いいですか。すいません。すごい。なんで日本語喋れるんですか？なんで日本語喋れる？どうかな？ Can you guess？ アメリカ人ですけど。アメリカ人？すごい。そう、アメリカ人ですけど、もうキューバ系アメリカ人です。アメリカ人で旅行する今旅行。そう、1週間。ワールドカップ。そう、そのために、そう写真撮りたい。そう。でもアメリカ人です。そう。アメリカどこ出身ですか？カリフォルニア州。そう。でもすごい流暢ですね。日本に住んだことあります？そう、今日本住んでですよ。今日本に。そう、今福岡住んでます。マジで？すごい。出身は？東京も2年住んでた。そう、練馬区。発音すごい綺麗ですね。すごいな。いや、まだまだですね。だってもうそこでもう日本人で。そうか。アメリカ人のやっぱ。Of course. I'm so good, right? そう。それは普通のアメリカ人の。完全にもう日本に同化してる。仕事でずっと向こうにいた。まあ仕事は写真家です。カメラマンです。と英語も教える。英語の先生。いやメキシコシティで日本語ができるキューバ系アメリカ人と大変ですね。なんかストーリー。YouTube やっててでちょうど今撮ってるエピソードが言語を話せると AI 時代に言語を学ぶ意味があるかっていう
ので、なぜかっていう話をしてて、このビデオのトピックは AI 時代になぜ外国語を勉強しないといけないのかトピックなんですけど、それどう思います？なんで AI 時代にも外国語を勉強する理由があると思いますか？ちょっと質問ちょっとだけ分かりました。So basically, why do you Finally. what so there's a lot of people say like there's no point in learning a foreign language because we have AI and there'll be live translation and all that stuff. Right, But we think that that's complete bullshit. Yes. And that we should we should still learn a foreign language Yes. even in the age of AI. And I was curious, like as a polyglot, why do you think? Trilingual. 英語でも大丈夫ですか？英語でも日本語でも I think, yeah, it makes people not realize the nuance that language has between humans. An AI robot can give us only the nuance that it has learned through the input that we already gave. But that input is not enough. And, well, maybe in the future it will get better, of course, but... Like, what would you say to like someone who's like, there's no point in learning English anymore because like I can use AI for anything, and Meta will come up with some kind of glasses that will live translate. How would you disagree with that person? Still, there's so much more to language than just what you say, just spoken language. So there's body language, there's facial reactions. I think especially for Japanese, facial reactions is really, really hard to tell for Westerners. What they're thinking. Yeah. Because Japanese people have a poker face. Yeah. でしょ？頭、本音。 Yeah. でしょ？それは難しすぎ。For American people, for Western people, without knowing that kind of cultural differences, especially for Japanese, it's going to be really hard to say that AI is enough. I think that's a really underrated like insight about like even if like Meta is able to translate literally like the super accurately what a Japanese person is saying, if you take what a Japanese person is saying at face value, you'll get in big trouble. Yeah, that's true. That's 50-50 true. chance Yeah. that they're not serious or it's not what you expect. Yeah, Yeah. that's absolutely true. Yeah, So- like so- facial expression too. That was an interesting point where how the American or like the Western emojis and Japanese emojis is different. So. Like your Western emoji is like more you have the what's it called, the mouth like move. Japanese emoji is like the nico with like a eyes right. move. Yeah. Yes. But so even the facial expressions is different, right? Like the same face might mean a little different in different cultures if you have a Yes, different yes, cultural yes. context. Yeah. And that's absolutely true. Like it even Meta like translates everything. You can't do that in an instant. You can't comprehend all the Yeah. information through translation, even if AI exists. Right. Yeah, without knowing those nuances about facial language. Yeah, it's really hard. Right, so you said you speak 3 languages. What are the 3 again? 日本語、英語、スペイン語。 Wow. スペイン語も。 You said you're a Cuban American. 私のおばあちゃんから教え話した勉強した家族で話すそうね。なんか学校の後でいつもおばあちゃんの家に行った、そこだけスペイン語話せました。 Pues aprendiste español en la casa. Sí, en la casa con mi mamá y mi papá nunca hablábamos en español. Solamente en inglés. Y el lado de Sí. de tu familia, de tu padre, Ajá, sí. ¿son hispanohablantes o...? Es de Cuba. ¿Es de Cuba también? Sí, mi papá nació en Cuba. ¿Y de tu mamá? Mi mamá nació en New Jersey. Oh. Pero una vez Cuba 戻りました。Oh. 1年ぐらい。じゃあ両方ともキューバ出身、一応お父さんのお父さんは実家もそうお母さんの実家アメリカ両方キューバ。いや、そう。お母さんの家族とはいお父さんの家族はキューバ人です。ああ、なるほど。はい。面白いね。なんか3カ国で、混ぜこぜで。ごめん、お名前はアレクサンダー・ムニョスです。ムニョス。アレクサンダー・エニエ。ムニョス。エニエ。あ洋介。トニーです。トニー。あすごい。どこに生まれたの？生まれはソウルで、そう。韓国生まれで、そうはいで幼い頃日本ちょっと住んでて、そう、すごい。いやいやいや。と、韓国語、スペイン語、英語、日本語わかる？あと中国語わか中国ります。語、
あ、すごい。いやいやいや、ポリガン。本物ポリガン。いや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 、今回メキシコ来てやっぱもっと勉強してればよかったなーってずっと思ってる。そうそうそう。いいですね。俺は勉強し始めないとなってなって俺は日本語と英語の2だけだからあ、そうですか。今ポルトガル語を勉強しようとしてて、ポルトガル語それは難しいじゃない？そうだからポルトガル語の発音はちょっとスペイン語みたいですけど、うんちょっとフランス語っぽい。もっとなんかねロシア語っぽい発音に聞こえた。なんかyeah, すごい like Slavic language. Slavic, Yeah. yeah. It sounds Slavic, but it's written in like Spanish like way. Right. だから Yeah, it's hard for me. yeah, yeah. 地域トーキー、地域フェイシブッキー。すごいすごい。Nice to meet you guys. This is the beauty of the World Cup, I think, you know? Very World Cup. Yeah. interaction. The serendipity is like impeccable. Yeah. You just made the video, the whole point of this video. It's like Yeah. Really? interaction Oh my like God. this. It's a kind of good timing. It's about to Yeah, it's rain. about to rain. Yeah. See you. Bye, man. See you. Bye. Bye. いや、面白かったね。もうケースンポイントですねこういうことですよ、こういうこと誰が日本語をね学んでなかったら、そもそも日本語を喋ってるのも理解できないし、やっぱ第二言語だからこっちが英語学んでなかったらちょっとねつまずいたところでこう変えられないし、ね、ここ1週間ずっとこういうハプニングの連続だったよね。ね本当にね、もう次から次へとね楽しい人生。そうこれがやっぱね醍醐味だよね。言語を話せる、旅に出る、いろんな人と話す、出会うっていうね。これなんですよ。これは AI で大体できない経験です。これもステージね、This couldn't have been staged こうねできないからね。で逆に AI で何が変わったかってちゃんと理解しないといけないのは、逆に言語を学ぶのが簡単になったんだよね。で今までだったらどうしてもさ出てきた単語を Google で調べてとか、もっと昔は電子辞書やってとか、だからこの単語のコンテクストとか意味とかってどういうことなのってフォローアップクエスチョン今まではできなかったわけよ、とか、俺今自分でもやってんだけどさ、ポルトガルを学ぶために自分でアプリを作ったのね、でこれクロードにこういうふうに俺はこういうふうに学びますと、世の中にある例えばこの壁ってなんていうのってタイプして、でそれが単語帳に自動になってって、で毎日俺豆知識を知りたいから、そのポルトガルの豆知識を一個ずつ教えてみたいな、でなんかちょっとずつそれを学んでいくっていう自分の学び方に合わせたことが AI のおかげでなんか今までの100倍簡単になってる、ってなるとやっぱ AI は言語を学ばなくていい理由っていうよりも言語を学ぶための逆にこの推奨される理由っていう風にね、あるべきだと思うよね。一方でさ、インプットのハードルが下がったのもあるんだけど、なんか自分がねある程度できればすごいハイレベルのアウトプットもできるわけになったわけ、例えば今日本語でさいろいろ書いたりノートも書いたりするじゃん。でそれって AI の前は結構俺5時間ぐらい多分使わないと、ちゃんとしたエッセイ書けないと思うけど、今は30分とかでなんか書いてI know what looks good、ね、でもそれをゼロから書こうとすると難しいからさ、それはまだネイティブも同じだけどね、だからそういう感じでなんか自分がこの前のビデオで言語ってステップファンクションって言ったじゃん、そのステップファンクションが形が変わった、もっとユーティリティが高いユーティリティをすごい少ないインプットでできるようになったんで、これはもうさ勉強しない理由がない、と思う。今回みたいな旅だけじゃなくてキャリアでも言語力ってどう活かせられるのかっていうビデオも投稿してますので、ぜひ興味ある方は見てください。ではまた。